こんにちは。今回はガールズバンドくらい第13話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。5話の時みたいにすごく楽しそうにライブしてくれてよかった。爽やかに終わったな。あまり見ない展開でめっちゃ綺麗に終わった。いい感じにまとめたな。やっぱ最後は対処か。その方がトゲトゲらしいな。ひなが全然丸くなってなくて安心した。綺麗に終わったな。とりあえずひなはニナが大好き。日本シリーズ4連敗ってのが実に趣里さんらしいセリフ。普通若い女性は絶対口にしないセリフだな。それを分かっててねじ込むところが花田らしい。趣里さんって結構ガチな西武ファンやね。演者側のアドリブ採用な気がする。ロックだね。ニナがギターを弾くシーン最高かよ。レイパーと終わった時はどうすんのと思ったが、なんとか着地したな。2期も全然いける終わりでよし。ルパさん、自分で髪切って今の髪型になったんだな。これは三浦もやめてついてくるパティーン。これでいいんだよって感じだったな。友が出れた。もう少しわかりやすい折れたたにした方がカタルシスあったのにな。ちょっと最後の曲が思ったよりポップだったな。ダイダス側の描写がなかったのが良かったよな。ダイダスとヒナのメンバーになる過程とか入れてたらメインのトゲなしの描写不足になるからね。失速アニメで多いのが主要キャラが関わらない話をやり出すとかだからね。てかハゼて作やれよ。いつ出てくるか楽しみにしてたのに。最終回はハゼテ作を期待したんだが、ハゼテ作はミューズスのハレキューの切り札だから2期10話くらいまでとっておきそう。バンドの話じゃなくてどこまでもニナの話なんだよな。いい最終回だった。よかったんじゃない。これ2期でインディーズスタートになるのか。あると思う。2期終わったけど全然終わってない感。良い終わらせ方でした。花田大先生は偉大でした。なんか良くも悪くもプロローグがやっと終わった感じだな。2期ありそう。ポテンシャル秘めてるものこのアニメ。2期につなげられるような終わり方だった。今までと違う曲調だね。トゲが抜けて本物のトゲなしトゲありになったんだ。これが彼女たちの本当のスタートなんだ。ジメッと重い歌詞だからこれでよかったかと。結局再生数が少なかったのは歌がダメだったからな。売り上げが伸びないのはそれでいいんだけど、認知度が上がってたなら再生はすると思うんだよな。再生してなんか違くねで買わない聞かないになりそうなのに。このアニメに必要だったの孔明じゃないの。2期は1クール丸々使ってルパさんの過去を掘り下げるんだな。来期再放送とか確定してないの。来期こそソヨさんがクライシック復活させるよ。ここまで描いてきたんだから、すんなりうまくいった連動じゃつまらんしな。株主総会では2期はわからんけど、評判はいいから何かしらやるって言ってたな。2期なんて 100% ないだろ。何すんだよこっから。売り上げでどれだけを取っていようと間違ってないし負けてない。それがこの作品の言いたかったことか。負けるからいいんだよな。やってきたこと後悔しないで。己が道を貫くのがニナらしい。ビジネス的な正しさじゃなくて自分を曲げずに突き進むニナが好き。ロリトモちゃんが可愛い。ルパさんの断髪式は重い。ニナがなんかやらかしていじめられたのかと思ったら別の方向にやらかしてた。 2D 男おるやん。いつぞやのバンドマンが脱退 T シャツ着てライブ見に来てて草。脱退 T シャツ草。爪痕残されてて草。まさかこんなところに救いがあるなんて。ガールズバンドのリ男、スバル推しになったか。ガルクラと UFO、それでも思ったけど、やっぱ花田先生は女の子を描くのいいんだと思う。男が絡むと迷走するというか。負けても後悔してない終わり方で UFO と被るな。ニーナが大人になったらこの物語は台無しだな。ヒナもツンデレでよかった。あん時の衣装着てた。若い頃にガルクラ見てたら相当な影響を受けてそうで危なかった。わいこれから1年くらいいろんなやる気を失いそう。CG だから
これからに企画が動いても3年後4年後とかにはならないで済むのかな。乾杯からのスタートやね。2期への熱量が高まる引きできましたか？想像以上に普通に終わった。なんかすごいやらかすかと思ってたけど、エンディングの感じからすると、事務所辞めて全部自分たちでやってる感じだよな。車が買えるくらいのまとまった金も入ってくる程度には食えてそう。でもこういう風に無難にさらっと終わる方が余計に喪失感すごいんだよな。このうちだからこそエンディングが生きてくるな。俺たちは始まりの目撃者になれたってわけ。ガルクラらしくていい最終回だったよ。これは名作花田脚本だったね。続きがあるかどうかはな、売り上げ次第だ。ロス始まったな。間違えてないとは何を指すのか、それは後悔しないこと。自分語りを通してニナは自身の見落としていた事実に気づく。負け戦なのにこんなにも清々しい気持ちの良い笑顔が心に刻まれる。自分に誇れる選択肢を取る者たちの物語でした。この物語の根底には常に誇れる決断があったことに最終回を通して気づく。正しいけどそれが心に重荷を残すこともある。正しさではなく誇らしいを選び続けるニナはだからこそ自身の選択肢を曲げられないし、それがこんなにも嬉しい。現時点では到底大ダスに及ばない集客力勝負を前にして出した結論は、真正面から勝負して負けるであった。それでこそ我らがトゲトゲだぜ。ラストも全力で歌い切ってスパッと通常エンディングに突入。すがすがしい。それはそれとして2期期待してます。ヒナとの直接対決に打ちのめされても折れない正論モンスターにな。さすがです。っていうかヒナはヒナで、大ダスの中では似たようなめんどくさい子扱いされてそう。新曲はここまでのトゲトゲでは聞いたことない雰囲気でこれもまたよしでした。よかったです。トゲトゲは成功とか失敗とか、そんなのは二の次で、自分たちのやりたいことをやりきるのが最優先。なぜなら、後悔したくないから、全力でやりきって、もしそれが失敗だったとしても、やりきったという達成感は得られる。最高にロックだよトゲトゲ。大ダスには負けたけど自分たちの音楽をやりきったっていうオチは、先週予想した通りだったのですが、本当に余韻も残さずきっぱりやりきって終わるのが、実に本作らしい結末だと思いました。先のことなんて知らねえ。現実を見れば確かに正しいのはヒナなんだろうけど、それでも己の中の正しさを信じて貫くニナに惹かれるし、ともちゃんをはじめメンバーが気持ちを共有してくれて本当に良かった。ニナが知勢だったヒナとの関係性で締めたのも、エモくて良い最終回でした。2期希望。ヒナ、付き合いが長いだけあって、ニナの煽り方を誰より心得てる。全くニナの周りには一筋縄どころか、10筋100筋縄ではいかない面倒くさいやつばっかりだな。好き。自らの正しさを証明するために始めたこのバンド。その正しさがちゃんとヒナにも届いていたと思い出す展開には胸が熱くなりました。最後のライブシーンも最高だった。インディーズに逆戻りしてもこのメンバーとなら絶対に大丈夫だと確信したね。大好きなアニメだからこそ終わってほしくない気持ちが大きかったけど、ヒナとニナの関係性からトゲなしトゲありだからこその形が見えて本当に大満足すぎる。これで終わりじゃなくて続きが見たい。数字で苦悩する彼女たちじゃなく、ニナをはじめ自分が間違ってないと自分自身と向き合うトゲなしトゲありを最後にまた貫いてくれてすごく嬉しかった。ヒナも空の箱を聞いていた。向かい合っていた二人が同じ方向を向く表情が物語る関係も感動的でした。ライブとしての圧巻は11話だったが、ヒナ、大ダストの落としどころは今回でしたね。ヒナがかつて2人で好きだった大ダス精神を桃花と組んだニナに託した点、ロック、音楽作品として正当の融和の仕方でした。大ダスに憧れて上京した物語の綺麗な円環の閉じ方。客観的な成功、結果を出すことよりも、あくまでも自分自身に誇りを持てるか、納得できるかというところで物語を締める潔さが好きだ。ガールズバンドくらい、とにかく一貫していた。
それぞれが自分自身の物語と向き合い、それを音楽に込める。一人一人が物語の真ん中にいた。大好きだ。勝ち負けなんかどうでもいいんだよ。と言わんばかりの遠藤。皆成長したなって思う一方で、全然変わってねえなという感じ。曲がったことには絶対に首を縦に振らない。敵でも身内でも、10年生き残ったニナ。27は普通に見たい。マジで勇気をもらえる神作だった。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。